こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になるんですけれども、前回の続きですね。もしまだ前回見られてないという方は、概要欄にリンク貼っておきますので、よければそちらからですね、見ていただければと思います。で、前回が、パテですね。パテを最後に盛るところまでで終わってたと思うんですけれども、その後しっかり乾燥させてから、またペーパーでこう擦ってですね、整えたっていう状態になってます。このあたりもそうですね。で、今日は早速なんですけれども、前回の動画でもお伝えした通り、サフェーサーですね。サフ拭きっていうのをしていきたいと思います。今回、仕上げのペーパーの番手は800番程度まででこう磨いてある状態なので、どちらかというとちょっと、粗めの部類に入ると思うので、中くらいですかね。ちょっとすいません。普通がどれぐらいかわかんないんですけど、多分400だとかなり粗い方で、800だとちょい粗めみたいな。で、本格的な、もう飾るためのプラモデルとかってなると、もっと、1000番とか、そのさらに上までやられる方全然いらっしゃると思うんですけど、今回は800番でとどめてます。っていう感じになってるので、ちょっと粗めのサフェーサーで、サフェーサーにも番手があって、例えば1000番とか1500番っていう風に、番手があったりするんですけれども、今回はちょっと粗めのサフェーサーをまず1回目ですね、吹いて、サフチェックとか言うと思うんですけれども、一旦サフェーサーを吹いて、こういうパテを持ったところですね、一回均一な色を吹くと、ちょっとおかしくないか、粗さが残ってないかっていうのがチェックできるので、まずそこからやっていきたいと思います。多分この辺、よく見ると全然粗が出てると思うんですけど、ラジコンなんで、そんなに気にせず、パパッとやっていっちゃいたいなっていう感じで、考えてます。はい。で、まず、サーフェサーの前にですね、これ、もう、本当に、ホームセンターとかで売ってるような、本当にもう一番安いラッカースプレーとかで全然いいんですけど、それをですね、最初に裏側から、もう本当に適当に、ちょっと垂れちゃってもいいぐらいって感じで、一度にも結構強気でたっぷり塗ってるんですけれども、これがいわゆる、裏打ちとかいうのかな、その、裏側にですね、こうやって最初に黒を吹いておくと、プラスチックって結構意外と透けちゃったりするんで、上に塗る色にもよるんですけども、あとは裏側から見たときに、裏側というか、裏側が見えちゃったときですね。外から見て裏側が見えたときに、こう、黒とかで塗ってあると、あまり内側がですね、目立たなくて、変に、こう、なんか目立ってしまうようなことがないので、僕はだいたい、こう、ラジコン、塗るときですね、こんな感じで、裏側をこう黒くこうベタベタに塗っちゃいます。はい、これが、一発目と言いつつ、もしかするとこれで大きな問題なければもうこのままいっちゃおうっていう感じなんですけど、クレオスさんの1000番ってやつですねのサーフェーサーを吹いてます。はい、これでとりあえず今一発目のサフを吹いてきましたっていう状態です。で、こちらもですね、黒サフですね。黒いサーフェーサーを黒く塗りたいパーツにはもう塗ってきたという状態です。あとこれか。ここの後ろのやつですね。で、この時点で一応チェックして大きな問題があれば直そうと思っていたんですけど、大きな問題はなくて小さな問題がたくさんあるって感じなんで、このままいっちゃおうかなと思います。よく見るとですね、やっぱり多分なるだろうなと思っていたこの辺とか、この辺ですね、がちょっとボコボコっとした感じ、よく見るとわかるんですけど、これいつも言ってるラジコンなんでっていうので、それを言い訳にですね、これぐらいでいいかなという感じで、このまま進めちゃおうと思います。ちょっとですね、実はまた急遽、キャンプロケって社内で言ってるんですけど、ちょっとキャンプしながらラジコンやるっていうロケがですね、予定が入ってしまって、それに間に合わせたいなっていうのもありまして、ちょっと時間がそんなに余裕がない中で作らないといけない状況になってしまったんで、もうちょっと丁寧にやった方がいいとは思うんですけど、もうこのままいっちゃおうと思います。そうそう、すいません、これだ。あとバンパーも、一応お見せしておくと、こんな感じですね。この横が、プラ板がもろに白いのが見えてたんですけども、黒いサーフェーサー塗ったんで、あんまりわからなくなったと。で、これもですね、ちょっとこう、継ぎ目が見えちゃってるんですけど、よく見ると。許容の範囲内かなということで、ちょっと時間節約のためにもうこのままいっちゃおうかなと。で、こういう別の
パーツですよね。こういうバンパーみたいな別パーツのやつは、後でどうしても気になるなと思ったら、またいつでもここだけ外して、時間のある時にこう直すみたいなことはできるので、今回はですね、このままいっちゃおうと思います。あ、ごめんなさい。グリルか。グリルも一応お見せしておくとこんな感じです。とりあえず、黒いサーフェイサーで真っ黒に塗ったという状態です。はい。では、このまま進めていきたいと思います。はい。というわけで、こんな感じですね。塗ってきました。もう、一気に、ちょっとマスキングだけ剥がしちゃいますね。このボンネットは白にしてみました。で、ちょっとはみ出、ちょっとはみ出てるとこありますけど、これぐらいだったらすぐ消せるので、これぐらいだと綿棒に溶剤ちょっとつけて、キュキュキュってやると消えますよね。はい。こんな感じで、今回ちょっとレーシーな感じにしたかったので、自分なりに、こんな感じの色合いにしてみました。で、前から結構気になってたんですけど、この色ですね。ちょっと使ってみたかったやつなんですけど、クレオスさんのルマングリーンっていうやつ。まあ、黄緑色の種類の中の一つだと思うんですけれども、それを使ってこんな感じで塗ってみました。でここは、もっと早くからマスキングしとくべきだったんですけど、一応塗らないようにしておいて、まだグレーのサフが残ってる状態。なんか一部剥がれちゃってますけど。でここはもう最終的に他を隠して、普通に黒に塗っちゃおうかなっていう感じですね。一応これもまだ黒く塗っただけですけど、ちょっと当ててみましょうか。ちょっと真っ黒で見えづらいかもしれないですよ。こんな感じですね。はい。では、ここからですね、もうあとはさっとやっちゃおうと思うので、ちょっとこのはみ出ちゃったところ消したりとか、デカール貼ったりとか。デカール貼った後に、ちょっと、そこまでやるかわかんないんですけど、まあ、出来栄えによって、いい感じにもしなったら、クリア塗装まで、今回ちょっといつも汚い汚し塗装ばっかりですけど、今回綺麗な感じに作ってるんで、デカール貼った後に、これはクリアまで吹いた方がいいかなと思えたら、クリアも吹くかもしれないっていう感じですね。では、もうここからですね、ちょっとそのデカールを貼る作業なんかもあるので、このままよりは一旦ちょっと仮組みして、車の形にした状態でですね、こう、デカールを、貼ってみたいと思います。はい。というわけで、こんな感じですね。色を塗ってデカールを貼ったという状態です。まあ、色は結構思ってた通りというか、黄緑色なんだけど、結構はっきりした緑みたいな。ちょっと表現が難しいんですけど、僕は結構好みの色ですね。で、ボンネットはこんな感じで白くしましたと。で、オリジナルのデカールですね、を、まあ、いわゆる自作デカールっていうようなものを、作って、ここに貼ってますという感じです。このデューロは、新しく作られたうちのブランドの一つなんで、ちょっと貼ってみましたっていう感じですね。横もこんな感じですね。まあ、今回一応イメージしたのがちょっとレーシーな感じっていう。まあ、実写の方のイメージで言うと、ロッククローリングと言われるような競技の、その本格的な競技で、比較的こうコンペティションというか、そういうイメージで、作ってみましたっていう感じなんで、ちょっとこういうデカール系も若干多めに貼ってみました。多分この辺にまだ今後増えるとは思うんですけど、今回は一旦こんな感じですね。あと、この丸め仕様で、このバンパーっていう組み合わせで、ここをカットしましたっていうところで、一応今回も一旦ですね、これで完成にしちゃおうかなと。で、最初の方で、ここ、リアもちょっとテールライトやろうと思ってますって言ったんですけど、ここはですね、ちょっと作業やりながらよくよく考えたら、電飾って言われるような、自分で、発光ダイオードとか、まあ、LED って言った方が一般的かもしれないですけど、このヘッドライトと一緒ですね。この中に LED の電球を仕込んで、こう光らせるっていうようなのを、またちょっと別の紹介動画でやらせていただこうかなっていうのを思いついたので、今回は一旦このままにしておこうかなと思います。あと、細かいところで言うとホイールも塗ってなかったりするんですけど、
これもですね、ちょっとホイール塗装してみようみたいな動画をまた別でやってみようかなと思いましたので、今回はそのままの色にしています。僕、この白いホイールは白いホイールで、なんかスポーティーな感じで結構好きなんですけどね。あとですね、他にも細かい点で、ちょっとワイパーがついてなかったりするんですけども、これはですね、もう、さっきこのデカール貼ったばっかりなんで、このデカールって水転写なんで、貼った後にですね、少なくとも1日2日ぐらいは、乾燥させた方がいいんですね。で、ここからさらに多分、クリアも吹いて、それで本当に完成っていう風になるのかなと思うんですけども、ちょっと今回動画作成の時間の都合でもう一旦ですね、この状態で完成という風にさせていただこうかなっていう感じなんですけれども、ちょっとその作業がある都合で、まだワイパーはつけてなかったりします。でですね、今回のこの動画の最初の方でもお伝えした通り、今のところこれドノーマルの状態ですけれども、今後ですね、この春から夏に向けて新たにカスタムパーツをいろいろリリースさせていただく予定なので、それに合わせてこれにいろいろ組み込んで、ノーマルと改造車の違いみたいな動画をいろいろ上げていけたらなと思っていますので、またぜひ見ていただければと思います。では今回ですね、そういったパーツのテスト用の車両を作ろうかなっていうのがあったので、せっかくなのでその作成の様子をですね、動画の方で、お伝えさせていただきました。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。